かの有名曲が登場ということで1690年代です。前回1680年代はホッペマーが活動していて、音楽界ではアレッサンドロ・スカルラッティ、ブクステフーデ、パーセルが活躍し、そしてイギリスで名誉革命が起き、ロックが統治理論、ニュートンがプリンティピアを出版した時代でした。さて、この時代の美術はおそらく美術史上最も閑散とした時代といった感じです。前回1680年代もホッペマーという歴代の画家に比べてさほどの存在でもない画家が一人いた程度で、かなり閑散としていた状況でしたが、今回はさらにです。1650年代に登場したベラスケスやムリーリョといった画家たちの活躍で、主に1640年代から1670年代あたりまでの間にスペイン絵画は最盛期を迎えますが、その後衰退していき、この時代でスペイン絵画は完全に終わりを迎えます。そしてその最後を飾る画家がクラウディオ・コエリョです。かなりすごいですね。実際実物を見たら、そこに人々がいて天使が浮いてるんじゃないかと錯覚しそうな作品です。ただクラウディオ・コエリョはホッペマ以上に知られていない画家といった感じです。それゆえ特にこれといった情報はなしです。しかも今後スペインの画家はこの時代から100年後にようやく一人登場する程度です。こうしてオランダの美術もスペインの美術も終焉を迎え、次の世紀以降はフランスの画家以外ほとんど登場しないに等しいという状況になります。変化が極端ですよね。さてタイトルにあるように、この1690年代についに現代でも馴染みのあるかの有名曲がようやく登場します。長かったですね。音楽界は一体今の今まで何をしていたんだって感じですね。そしてその有名曲はこちらです。この曲は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。こんな有名曲なのに、この人の肖像画はどうやら残っていないようで、この曲もだいたい1680年から1700年の間に作られたっぽいという曖昧なものです。そして現代においてパッヘルベルで有名な曲はこれくらいなものなので、パッヘルベルさんも完全に一発屋かと思いきや、なんと意外にもこのパッヘルベル、実は生前から人気があったばかりでなく、オルガン奏者としても作曲家としてもかなり有名かつ多くの作曲家が手本にするくらいの存在で、後のドイツ音楽の発展に貢献した人物でした。それなら買うぐらい残してほしかったですよね。ちなみに意外にもこの有名曲は20世紀後半になってあるロックバンドによってカバーされてから今のような絶大な人気を博すことになった曲です。ドイツは1618年から1648年の間に起こった30年戦争によって人口の3分の1が失われ、経済的にも大打撃を受けて荒れ果てるという事態に陥っていましたが、実は戦争による外国の侵略によって外国の音楽がドイツにもたらされることになり、ドイツはそれらを吸収しながらこの時代まで細々とオルガン曲などを発展させてきていました。そしてついにこのパッヘルベルの時代あたりでようやくドイツは立ち直り、これ以降音楽界の中心となっていきます。驚きの展開ですね。次の曲も現代でも使用されることの多い曲ですので、もしかしたら聞いたことがあるかもしれません。シャルパンティエはイタリアで学び、それをフランスに持ち込んだ作曲家です。ちなみにお菓子のアンリ・シャルパンティエとは無関係とのことです。
この時代は特に大きな事件はありませんでしたが、前回1680年代にニュートンやロックが登場したイギリスにおいて、啓蒙時代がこの時代あたりで幕を開けます。啓蒙思想とは、それまで宗教の考えに縛られていた非合理的な考えから無知の民衆を解放しようとするもので、ニュートンの科学的な合理的思考やロックの政治思想の影響のもと、理性絶対主義の立場で、それまでの権威や思想や制度などを合理的に批判していくものです。そういった思想は今後ヨーロッパ中に広まっていき、次の世紀以降、宗教の影響力は次第に失われていくことになり、社会に大きな変革をもたらすことになります。イギリスで起きた社会革命、そして科学者や思想家などの活躍が今後のヨーロッパをも変えていくというわけです。何気にすごいイギリスです。それでは最後にこの時代に描かれた絵を2枚紹介します。最初の絵はこちらです。一見すると寝ているところを左の人からビームか何か打ち込まれているように見えますが、これは旧約聖書の話で、イスラエルの王ソロモンが寝ていると夢の中で神が現れ、あなたに何を与えようか願いなさいと言います。するとソロモンは知恵を求めます。そうしてソロモンは神から知恵を与えられ、知恵者となるという話ですが、ここではソロモンがその夢を見ていて知恵を与えられている場面が書かれています。そしてこのソロモンこそが1640年代に紹介したシバの女王にいろいろ難題をふっかけられるイスラエル王ソロモンです。答えられて当たり前だったわけですね。しかし何でも望みが叶えられる状態で知恵を求めている時点ですでになかなか知恵のある男ですよね。そしてこのジョルダーノは絵をかなり早く描くことができ、さらに他人を騙せるほど正確に他の画家の作品の模倣もできたという多彩な画家でした。それゆえ彼は早書きのルカとか雷鳴といったあだ名をつけられました。西洋美術史上初めて肯定的な意味合いのあだ名の誕生ですね。この土壇場に来てだいぶ成長したようです。最後の絵はこちらです。これは1640年代に紹介した旧約聖書の話で、下僕であるヨセフをポティファルの妻が誘惑するも拒まれ逆恨みするという話です。おお、神を我を救いたまえと言ってる感じですね。ということで世紀末である1690年代はスペイン絵画もオランダ黄金時代も終わり、美術界はかなり活気のない時代でした。そしてそのスペイン絵画の最後を飾ったのがクラウディオ・コエリオでした。音楽界ではパッヘルベルとシャルパンティエが活躍しましたが、特にパッヘルベルの登場は次の世紀の同一音楽の活躍を予兆しているといった感じです。そして啓蒙思想がイギリスで誕生し、今後ヨーロッパ中に広がっていくという時代でした。ということでこの世紀末である1690年代は一つの時代が終わり、新たな時代の幕開けであるちょうどその分岐点といった感じです。これにて1600年代から1690年代の17世紀は終わります。世紀初めはイタリアでカラバッチョの登場、オペラの誕生と華々しい幕開けを飾り、その後は何といってもオランダ黄金時代の時代でした。そして世紀中頃にはフランスの美術が台頭してくる一方、オランダ黄金時代は絶頂期を迎え、スペイン絵画もこの頃に絶頂期を迎えます。そして世紀後半は戦争などによって徐々にオランダ黄金時代もスペイン絵画も終焉に向かっていく中、フランスはルイ14世を中心に独自に宮廷音楽や美術を発展させていき、その裏で細々とドイツもオルガン曲など発展させていくといった感じです。そして政治面ではイギリスが革命を起こし、どこよりも早く立憲君主政治を確立させるなど、次の世紀の政治面で大きな影響を与える先駆け的存在となりました。このように17世紀はオランダ黄金時代を中心として各地域がそれぞれ活発だった時代といった感じですね。そしてヨーロッパといえばフランスといったイメージがありますが、こうやって見ていくと意外にもフランスはヨーロッパの中で変わった国だと言えるかもしれないです。この時代の美術はようやく過去のしがらみから抜け出して、オランダで様々なジャンルの絵が描かれ、それを市民階級が購入し鑑賞するという
新たな時代になったというのに、フランスだけ一人古典主義を掲げ、時代と真逆の方向に突っ走り、果ては王立絵画彫刻アカデミーによって絵はこうではなくてはならないという今までにないほどのがんじがらめの制度を作ってしまいますし、もともとは美術や音楽でだいぶ遅れていたけれど、途中でイタリアから取り入れた後はそれを宮廷美術や宮廷音楽といった独自のガチガチの規則にのっとったものに仕立て上げ、その独自の宮廷文化をヨーロッパ中に広めたり、果てはバレエやカツラなんてものまで流行させちゃいます。さらに大航海時代でベネチアやジェノバなどそれまで栄えていた地域は大打撃を受け衰退し、ドイツも同様に打撃を受けたというのに、フランスだけはなんだかんだで常に国力が安定していて、さらに宗教戦争でドイツが荒れ果ててもフランスは宗教の口実をいち早く捨て、カトリック国であるにもかかわらずプロテスタント側に立って遅れて参戦して美味しいところをせしめてしまいます。このようにフランスは何かと遅れて参戦しては常に美味しいとこ取りをしている感じで、ヨーロッパの中で得意な存在と言えそうです。そういったフランスのせいで特に17世紀はイメージがつかみづらくなっていると言えるかもしれないです。ですので17世紀をイメージする上では一旦フランスを外してイメージしてから、その後フランスの得意に発展した流れのイメージを加えるとイメージしやすいかもしれないです。次回は1700年代新たな世紀の幕開けです。それでは。